こんにちは、はっかです。いやー、暑い夏がやってきますね。で、私が住んでるのは北海道なんですけど、北海道って皆さんずっと涼しいとか思ってませんか？いや、そんなことはないんですよ。やっぱり夏は暑くなります。で、今ですね、こちら、6月なんですけど、この部屋の温度、今26.8度。もうだいぶ暑いです。というのもですね、私この部屋、自分の部屋、兼スタジオみたいな感じで、これパソコンあるじゃないですか。これがまた熱くなるんですよ。で、今ちょうど動画のエンコード中なんですけど、CPU の温度が70度ぐらい、GPU の温度が65度ぐらいを、今キープしてるっていうところなんですね。で、パソコンもエアフローがいいので、CPU と GPU の温度はしっかりと抑えられるんですけど、その分、部屋が暑くなります。あとはゲームなんかやってる時、Apex Legends ぶっ通しで5時間とかやったりするんですけど、その時はもう室温は30度超えは当たり前なんですよね。なので、本当はこの部屋、もうエアコンつけようかなと思ってたんですよ。北海道もだんだんエアコンの普及率上がってきてるんですよね。そう思って、シーズン始めだし、ちょっと考えてみようと思ったら、この今私がこう撮影してる部屋、ここにエアコンをつけるだけで、もう取り付け費用だけで10万円以上かかるんですよね。今エアコンって本体だいぶ安いじゃないですか。もう3万円台ぐらいからあるんですけど、ちょっと取り付け費用高すぎるなと思って一回見送ってます。本格的にまずくなったら考えますけどね。そんな時に役立ちそうな製品がこちらなんですよ。ソニーのレオンポケット。もう3という3代目にもなるんですね。で、実は私、レオンポケット1とか2ってもう全然知らなかったです。3が出て初めて知ったんですよ、これ。で、発表になった時から気になってて、実はもう4月に購入してます。で、4月に購入したんで、実は私、4月が誕生月なんですね。で、ソニーストアでマグカップもらいました。そう、こんな感じで、片方にソニーと、で、片方2022って書いてるんで、毎年集めてたらこれどんどん増えていくのかなって思うんですけど、あんまり使うことないかもしれないんですけど、ちょっとしたこのプレゼントってのは嬉しいものですよね。で、レオンポケット3に戻りましょう。こういった製品がソニーから発売されているっていうのがまず驚きじゃないですか。ソニーといえばカメラ、今のこのカメラだったりとか、あとは音響機器、ヘッドホン、イヤホン、スピーカー、そしてテレビ、そういったAV 機器なんていうのが主流ですよね。ソニーストアなんか見渡しても、やっぱりそこら中そういった製品だらけなんですけど、その一角にポツンと置いてあったのがこいつなんですよ。これですね、こっちが本体なんですけど、これ何かというと、キルクーラーなんです。エアコンって部屋全体を冷やしてくれるものですけど、これはもう人体だけをもうスポットで冷やしてくれるっていうものなんですね。で、今こういったカテゴリーの製品結構増えてきてます。着るだけで涼しいとか、ファンがついてるものだとか、ワークマンとか言っても、やっぱり外で仕事をする方のために、ジャケットにファンを取り付けられるようになっていたりとか、結構いろいろありますよね。そのくらい夏の暑さが厳しくなってるんだなということで、私は今この部屋で使うなんて話してましたけど、本来は外で働く人にこそ使ってほしい一品だなというふうに感じています。ソニーの公式サイトでもスーツ着たサラリーマン風の方がイメージとして出てたので、おそらくはスーツ、ワイシャツの下につけるっていうことを想定しているのではないでしょうか。じゃあ開封しながらこの製品がどういったものなのか説明していきましょう。さて、結構コンパクトなこの箱なんですけど、これを開けていくと、はい、すぐ本体が出てきました。真っ白でつるんとした感じの質感ですね。なんだろう、ちょっとマウスっぽくもある、そんな質感ですけど、これ、裏側に銀色の部分があって、で、表側が白い、つるんとしたボディになってますね。これが本体と。そして、箱の中には、本体以外には、こちらの充電用の USB ケーブル。それと、説明書だったり、保証書だったり。
あとはこれちょっとシールですね。これちょっと後から説明します。USB ケーブルは片方がタイプ A で片方がタイプ C の L 型になってるんですよね。で、充電はここの穴に挿しますね。とすると、こういう向きで L 型にするもよし、タイプ C なんで逆もいけますよね。これはどっちか好きな方でという形になるんでしょうかね。つけてみてから。おそらく給電しながら使うってことも想定してこういったケーブルになってるんだと思います。ちなみにですね、最近分かってきたんですけど、このタイプ C での充電ケーブル、両方タイプ C だとこういった小さい機器充電できないこと多いんですよ。出力が高すぎる PD ケーブルとか PD 充電器だとこういったものはダメで、やっぱり片方がタイプ A になってないと充電ができないというものがあったりします。はい。で、この、レオンポケットなんですけど、キルクーラーだって言われても、初見だとどうやって使うのか分かりにくくないですか？で、この銀色の部分、ここをですね、肌に密着させる。具体的には、この首の後ろ側に密着させて使うものなんですよ。で、肌に密着させるときに金属部分が肌に触れてしまうんで、荒れたりとかってするじゃないですか。そのために、それを防ぐのにシリコン製のシールがついてます。あらかじめこれを貼っておいて使うっていうわけですね。はい、シール貼ってみました。肌の弱い方は、確実にこのシールは貼った方がいいだろうなと思います。見た目にはなんか真っ白になったんで、表も裏も白っぽくなるっていう効果はありますね。で、なんかこのシール貼ってからちょっとこれ冷たいんですよ。もう冷たいのって電源入ってないんですけどね。で、首の後ろに当てて使うと言っても、これこうやってずっと持ってるわけにいかないじゃないですか。そのために固定するものが必要なんですけど、それがこちらなんですよ。これ、レオンポケットネックバンドっていうことで、別売りなんですよね。ちょっとそのあたりが気になるところですけど、これも開封していきましょう。そして、簡単な説明書が入っているのと、これがバンドそのものですね。非常に分かりやすいです。この形がこのレオンポケットにぴったり合うようになっているので、このようにセットして使えます。これ後ろにさっきの金属部分がこうむき出しになるような、そういう作りですね。いやでもなんか固定が甘いな、これ。大丈夫かな。説明書見たら書いてありましたね。ちゃんとこれはまるようになってて、このカチンと音がしてようやくしっかり固定されるみたいですね。電源入ったみたいです。今ファンが回り始めました。ちょっとこのボタンなんか押した形になったんでしょうね。そして付属品でちょっとシリコンのペラペラっとしたものがあるんですけど、これなんかエアフローシートっていう名前で、ここにこうやって差し込んで使うものみたいです。ここにですね、排気のファンが入っているので、ここの排気のこう熱をこう逃がすのに、ここで受け止めて外側に排出することで、首に当たらないようにするっていうものですね。これなくてもちょっとこういう作りになっているので、熱気が当たって気になるなっていう時だけこれを使うようです。じゃあ早速使ってみたいと思うんですけど、このまずバンドですね。ちょっとこれある程度曲がるようになってるんで、これをこう調整しながら自分のこの首の後ろにかけていく。これ見えますでしょうかね。これちょうどこれ首のですね、いいところに当たるようにこのバンドが来るんですよ。バンド自体が若干これ首に当たって圧迫する感はありますけどね。うまいこと調整しないと若干苦しい感じもあるんですね、これは。で、なんかこう結構ですね、今、
電源が入っちゃったからなのか、もうすでに冷たく感じてます。で、これですね、電源ボタンしかないんで、アプリで制御することになります。で、それがこのレオンポケットってアプリなんですけど、これで、Bluetooth 接続をしていくんですね。とりあえずアプリ入れてみて、スマートクールモードっていう割と全自動みたいな感じでやってみました。そうするとですね、今のこのレオンポケットの温度設定が、ターゲットの温度までぐーっと下がっていくっていうようなアニメーションが見えるんで、楽しいですね、これ。アプリもですね、いろいろと使いやすい部分があって、ここにレオンポケット本体のバッテリー残量も表示されています。ソニー製品には珍しくですね、最初からバッテリーがある程度充電されていて、半分くらいは今あるみたいですね。やっぱりだんだんと冷たく感じるようになってきましたね。これでも最初すごい違和感がありますね。確かにここ後ろ冷たいから長期的に見て涼しくはなるんでしょうけど、このバンドがやっぱり気になりますね。これ調整したら気にならなくなるのかな。このレオンポケット自体意外と重みがあるんですよ。その重みを支えるのにこのバンドに結構負荷がかかって、この首周り、ここをちょっと圧迫されるんですよね。ここなんとかなんないかな。でもとりあえず冷たくはなってきてます。で、アプリの使い方なんですけど、これマニュアルに変えれば、クールの段階で1とか2、3、4と上げることができて、4がマックスなんですよね。で、冷たい。これ4にしたらすごい冷たいですよ。一気に冷えるというか、もう急速に涼しさというか冷たさを感じたいって時にはいいかもしれないですけど、これ冷たすぎるな。多分2ぐらいでちょうどいいんじゃないかな。やっぱり自動でいいんでしょうね、これ。あとはこの真ん中にマイモードなんていうのもあって、いろいろとシチュエーションに応じた使い方っていうのができるようです。あと実はですね、これ暖房にもなるんですよ。クーラーと同じように、回路の機能もあるというんでしょうかね。ちょっとやってみましょうかね。ウォームのモード。オレンジ色の、熱っ熱っやばい。これダメです。熱っいや、冬はいいと思います、冬は。今、夏場はウォームモード使っちゃダメです。はい、またスマートクールに戻して冷たくなってきました。これでしばらく使ってみたいと思います。いや、ちょっとね、いいのか悪いのか今のところは判断できないですね、これ。はい、少し使ってて、ターゲット温度になってきました。これである程度冷たさをキープしてくれるっていうところなんでしょうけど、だんだんぬるくなるってことは全くなくて、やっぱり冷たいなっていう感覚はずーっと持続してます。ここら辺が少し涼しくなる要因なのかなと。で、あと下にオプションっていうのがありまして、ここに冷ためとかぬるめとかおすすめっていうのがあるんですけど、この言葉の選び方がすごい好きですね。これですね、皆さんカルピスの専用コップって見たことあります？あれですね、濃いめとか薄めっていうメモリがあって、真ん中がおすすめになってるんですよ。あれを思い出しましたね。で、これを使いながら、ちょっとこのレオンポケットそのものについてお話ししたいと思うんですけど、このレオンポケットの冷たさの秘密、これはですね、先ほどの金属部分にあります。金属を肌に当てたら冷たい。なんとなくそんなイメージはあるでしょうけど、でもだんだんぬるくなってくるじゃないですか。それをならないように、この金属部分にはペルチェ素子という素材が使われてるんですよ。で、ペルチェ素子っていうのはですね、その金属のプレートに電気を通すことで、その電気が通った片側が冷たく、片側が熱く、要は熱の交換をしてくれるっていうものなんですね。なので、肌に当たる部分は冷たく、そして逆側の熱くなった部分をファンを動かして排熱することで、当てている自分自身はずっと冷たいというような感覚になっているわけです。
で、このペルチェ素子なんですけど、電極の向き、プラスとマイナスを逆にすると、その冷たくなる部分と熱くなる部分の向きを逆にすることができるんですよ。ということで、ウォームモード、回路のようなモードも使えるんですね。あっちの方は肌に当たる部分を暖かくして、で、外側を冷たくすると。この場合ファンがいらないのかなっていう感じはします。でもこの機構、何かに似てると思いませんか？そう、CPU クーラーになんかそっくりですよね。で、CPU クーラー、空冷クーラーなんですけど、あれも金属部分を CPU にグッと密着させて、で、そこのヒートシンクを通ってきた熱をファンを当てて冷やしてるっていう、ペルチェ素子こそ使ってないですけど、似たような仕組みではあるわけです。ちなみにですね、このペルチェ素子を応用したクーラーっていうのも実はあるんですよ。高価だったり大きくなるっていうことであんまり普及はしてないんですけどね。身近な製品でいうとスマホ用のクーラーとかそういったものはペルチェ素子で外側から冷やすっていうものが多いので、皆さんも見たことがあるかもしれません。そういった電気製品の技術はあるにしても、それを人体に向けて応用して作ったっていうのがまた面白いところなんですよね。さて、こうやってずっとつけながら喋ってて、冷やす性能は申し分ないなと思います。やっぱり心なしか体感温度が下がってきましたね。この部屋ですね、今、喋ってる間に28度を超えました。今動画の書き出しやってたんですけど、それは終わって、パソコンの温度は落ち着いてるんですけど、それでもね、室温が28度だから結構暑いです。そんな中でこの冷温ポケットつけてると、割と涼しいなという感覚、涼しいというか、部屋が暑いのはわかるんですけど、そこまでもわーっと辛いなっていう感じではなくて、本当に体の中から冷やしてくれているような感覚ですね。で、涼しいのは分かったんですけど、結構小さいじゃないですか。バッテリーの持ち心配ですよね。確かにこの小ささでバッテリーあんまり持ちません。バッテリーの持ち、表になって公式ページにあるので、そちらを見ていただきましょう。このクールモードだと一番低いレベル1でも 4.5 時間しか持たないんですよ。で、レベル4にすると2時間で満充電からなくなってしまいます。今充電半分ぐらいだったんで、2時間も待たずに切れてしまうと思います。で、解決策としては一応モバイルバッテリーを使った給電ということができます。外で使うときは絶対に必須になるんだろうなとは思うんですけど、ちょっと邪魔かなっていうのも心配ですよね。ただ1万 mAh のモバイルバッテリーを使えば、クールモードレベル1で61時間とか、レベル4プラスでも8時間持つっていうことで、日中結構乗り切れるかなっていう感じです。ちなみにこれレベル4がレベル4プラスになっているのを気づきましたかね。モバイルバッテリーを使った時、給電しながらの場合だけレベル4がさらに冷えるレベル4プラスに進化します。もう究極の冷え冷えモードですね。本当に外で結構な労働で汗をかくとか、そういった時にはいいのかもしれないですね。実際ターゲットとしているのはなんか外回りのサラリーマン風のイメージだったので、外に出てこのバッテリー、本体のバッテリーで使いながら帰ってきて室内に入った時に充電してみたいな使い方、この繰り返しを想定しているのではないかなと思います。で、それを表しているように、このレオンポケットっていうもの、実はこのネックバンド以外にも装着する方法があるんですね。で、ここまで話してて、レオンポケットっていう名前なのに、ポケット要素全くなかったと思いませんか？というのも、もともとはレオンポケットっていうのは、専用の T シャツやワイシャツのポケットに入れて使うものなんですよ。T シャツの首の後ろに穴が開いててポケットがあって、そこにこれをストンと入れて肌に密着させて使うと。多分装着感はそっちの方が断然いいはずです。このネックバンドやっぱり気になるんですよね。ここにちょっと当たるっていうのがね。でもこれを使う時に必ずその T シャツを着なきゃいけない。ワイシャツ着なきゃいけないっていう固定されるのはちょっと困るなと。で、それもまた結構高いし、なかなか在庫もなかったりするので、
やっぱりどうしても多くの方、私も含めてこのネックバンドで使わざるを得ないかなというふうには感じています。でもどうでしょうね。いろいろ調整しながら、長いこと使っていくと、だんだん気にならなくなっていくのかもしれません。いや、今年の夏、このレオンポケットで乗り切れるものなのか、やっぱりこの部屋にエアコンつけないともうやっていけないのか、そういうところが気になるところですね。北海道暑くなるとは言っても、期間は結構短いです。秋になると急に寒くなるんで、それまでの辛抱かなと思います。価格はちょっと高いんですけどね、ソニー製品らしく作り込みもしっかりしてて、アプリでの制御もよくできてますんで、気になる方、ぜひ試してみてください。それでは今日はこんなところで終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録や高評価もお願いします。ではでは。